今回は荒木暦を中心に美少女たちで構成された荒木ハーレムと暦との関係性を整理していきます。暦は妹であるファイヤーシスターズのカレンちゃん、月日ちゃんとは大の仲良しですよね。暦はしきりに妹たちなんて大嫌いだと言っていますが、明らかに二人のことを愛しており、また二人の妹も兄のことを大好きだと言っています。本人は忘れていましたが、実はおいくらと暦は幼馴染であり、虐待を受けていた彼女は荒木家にかくまわれていたこともありました。そのため、当時荒木家に入り浸っていたなでことも少し面識があります。中学時代はおいくらが暦に数学の楽しさを教え、暦は数学が好きになりましたが、おいくらが出していた SOS に気づくことができず、さらにその存在を忘れていたこと、いろいろな事情が重なり、激しく恨まれてしまうこととなります。妹の友人である戦国なで子は、荒木家によく遊びに来ており、その際に暦もたまに一緒に遊んでいました。そして彼女は暦に思いを寄せます。禁止状態であったキスショットに自身の血を吸わせ、生きながらえさせた暦ですが、最終的にはお互いが人間とも吸血鬼ともつかない中途半端な存在として、一生を共に生きることを選択します。暦にとっての唯一の男友達が、推しのめめです。命の危機を救われ、中途半端な自分を人間と認めてくれ、また怪異現象の解決のヒントをいつももらっていました。春休みに出会った二人は、吸血鬼との壮絶な戦いを経て、惹かれ合っていきます。3年時に同じクラスとなり、委員長の羽川は、副委員長に彼を指名しました。羽川は彼に恋心を抱いていましたが、暦は彼女を最終的には友達という認識で結論付けました。3年間同じクラスでしたが、少しも関わり合うことがなかった二人ですが、彼女が体重をほとんど失っていることに気づいた暦が拒絶されても、救いの手を差し伸べたことにより、二人の距離は急接近します。その後、戦場ヶ原の唐突の I love you により、他のヒロインをごぼう抜きで二人は恋人となります。迷い湯師の怪異であり、家に帰ることができず、ついてくるものを共に迷わせる八九時迷いですが、どんなに拒絶しても諦めない暦に次第に心を開き、最後には家に帰ることができます。二人は大の仲良しで暦も彼女との会話が一番楽しいと言っています。戦場ヶ原の後輩である頑張る駿河ですが、大好きな先輩の彼氏となった暦を殺しかけたこともありましたが、彼のことを尊敬しており、エロ奴隷を自称し、時々部屋を片付けてもらっています。彼女の宿敵であり、妹のアダである詐欺師の怪奇霊衆ですが、恋物語ではなで子を騙してもらったことにより命を救われています。妹を退治しに来た小野の木ちゃんでしたが、最終的には和解し、監視のために荒木家にしばらく人形として居座ることに、専門家として東本清掃し、ピンチに駆けつけてくれることもありました。暦の自己批判精神から生まれた怪異の扇ちゃんは、暦のことを非難し、記憶に蓋をしていた部分を掘り起こします。以上で今回の動画を終わります。序盤で彼女ができてからハーレムを形成する作品も珍しいですよね。美少女に囲まれたい人は、高評価をお願いします。次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。